よく見える？不思議だろ。横から見る望遠鏡。前もね、反射望遠鏡は初めてだろ。ハンドルがあるからさ、そこでさ、ちょっと月をさ、真ん中に合わせてみ。そうそう、それ。月がな、ずれたらな、そこをな、回してな、真ん中に合わせだよ。よし、じゃあ、チェックしてみるね。おし、いい感じだ。木星の周りに4つ星が見えるよね。あれがね、木星の衛星といって、木星をね、回ってる星。じゃあ次、土星見てみよう。土星の輪見える？うん、見える。おう。ちっちゃいだろ。50倍なんだ。でもな、しっかり見えるだろ。土星はね、あれなんですね。これ。こんばんは、ボスケです。ちょっとね、今、オンライン観望会を見ておりまして、ちょっとだけね、音を小さくさせていただきたいと思います。で、これはね、スカイウォッチャーのスタークエスト P114N というね、新しいね、反射望遠鏡です。これでね、今、高倍率にして、もともとついてたね、10mm のアイピースに、2倍のね、バローレンズをつけて、高倍率でね、観測しております。月を見てるんですけれどね、これがね、なかなかシャープに見えます。短いね、望遠鏡なので、球面周差っていうのがね、発生するかなと思いきや、これ実はね、球面のね、鏡じゃないのでね、そういうのがね、発生しないでね、非常にシャープに見えるんですね。しかしながら、本当はね、カメラでお見せしたいんですけれど、ちょっとね、私のね、計算がね、狂ってね、カメラアダプターをつけても焦点がね、合いませんでしたので、今回は、開封だけになりますが、今回の動画始めたいと思います。よろしくお願いします。それでは開封していきます。ミュージックスタート。これね、ちっちゃい箱なんですけれどね、きっとこの中に本体、天体望遠鏡の鏡頭が入ってると思います。これをね、最後に開けます。これはね、赤道儀ですね。じゃじゃん。結構ね、しっかりとした感じの赤道儀ですね。何もない空箱も入っています。これは何でしょうね。あ、これも何もない。なんかね、ロールプレイングゲームのね、宝箱みたいですね。何も入ってない宝箱が入ってたりね。これはね、ちょっと重いので入ってると思います。重いといえば、じゃじゃん。きっと、やっぱりそうだ。バランスウェイトですね。これね、以前私が持ってたバランスウェイトと一緒かな。これね、スカイメモのね、バランスウェイトと似てますね。一緒かもしれないですね。そしてね、なんやらいろいろ無造作に入ってるのが、まずこれがね、微動ハンドル。微動ハンドルと、これがファインダースコープ。ファインダース、スコープとは言わないな。当倍のスポットファインダーですね。で、あとはバランスウェイトの棒ですね。で、あとは接眼レンズ2つついてます。スーパー10って書いてあります。スーパー10ってなんだろう。ちょっと何のレンズかはまた後で考えたいと思います。それではお待たせしました。鏡頭を開けたいと思います。これはね、かわいいですね。反射望遠鏡なんですけれど、ちっこい。いや、もちろん反射望遠鏡の割にはちっこいって意味ですよ。いや、これはね、かわいいですね。ほら、わかります。それではちょっとね、この鏡頭を見ていきたいと思います。スカイウォッチャーのスタークエスト。これはね、P114N という望遠鏡でして、口径がね、114mm の反射望遠鏡です。ほら、中がね、鏡になってます。レンズとかね、入ってないですよね。鏡で光を集めて星を見る望遠鏡です。意外とね、ここら辺プラスチッキーですね。この鏡を支えているのはプラスチックですね。基本的に光軸はここだけで合わす感じですね。でね、逆にね、主鏡側にも実はね、ほら、触ってみて思ったんですけれど、特にね、光軸合わすものがないです。それでは今度は接眼部ですね。じゃじゃん。
これはね、この接岸部はよく見る接岸部ですね。健康さんの赤いやつと一緒だと思います。この接岸部の特徴はグラグラするんですね。ちょっとね、この角度がね、こうなって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 鋼軸がずれるんですね。まあプラスチックでできているね接岸部なのでね、ここら辺はねあんまり強度はないです。まああくまでもね付属品の接岸レンズとか、あと軽めのね CMOS カメラ、そういったものを取り付ける程度にしておいた方がいいとは思います。あとファインダー取り付けるとこはねビクセンのねアルミゾではないですね。ここにね取り付けるわけですね。でね、強盗バンドはね金属製のねしっかりしたやつです。決してねプラスチックのね強盗バンドではありません。でね、ありがたもねちゃんとしたアルミでできてます。ただね、この緑のとこねアルマイト処理されてるのかなと思ったらね、緑のね塗装ですね、これは。それでは三脚に取り付けていきたいと思います。はい、それではね三脚に赤道儀をね取り付けていきたいと思いますが、まあこれはね本当に簡単です。穴に合わせてネジをね締めるだけという感じですね。30度35度ぐらいに合わせて、で次はねここにバランスウェイトを、この棒を刺します。はい、これで赤道儀部分は完成です。はい、それではね乗せたいと思います。このネジがね小さい、ちょっとね力が入りにくいかもしれないですね。はい、強盗を乗せました。はい、今ねバランスをね合わせてるところですが、このねバランスウェイトの位置はねだいぶ下の方ですね。だいぶ下の方でバランスが合います。今ねこのね三脚にねこのプレートを取り付けてます。このねトレイをねつけることによって、このね三脚のね開き止めがねしっかりとね固定されるので、ここにね物を乗せられるっていうねメリットだけじゃなくって、三脚がねよりしっかりとねするというメリットもあるので、この三脚の場合はぜひねこれはねつけて観察してみてください。はい、ということで完成です。非常にね小さい望遠鏡ですね。まずねこのスタークエストシリーズっていうのね共通なのはここのね赤道儀部分です。赤道儀というのはここのね軸をね北極星に向けてやりますね。そうするとね理科の時間で習った通り、星というのはね北極星を中心にぐるぐるってね1日に1回転しますので、ほぼこのね赤道儀の軸を中心に望遠鏡をね回転させて星を追っかけようというのがこの赤道儀ですね。赤道儀自体はね小さくて簡素なものなのですが、まあ望遠鏡がね軽いっていうのもあって、そこまでねグラングランっていうのはね感じないです。まあむしろねこのクラスの割にはしっかりとできたものかなとは思います。ではねファインダーをね取り付けていきたいと思います。ここのね2つのねネジをねまずはね軽くね緩めてやります。ここにねファインダー受けありますよね。ここにねグググっとねこのようにね刺してやって、あとはねさっきのねネジをね固定してやればいいわけですね。ですのでねファインダーをね取り付けるにはねプラスドライバーが必要です。ファインダーの微調整はねここ2つのねネジでできます。それでは次はねアイピースと倍率の話。まずねこの望遠鏡、このねスタークエストシリーズ全てだと思ったんですけれど、この低倍率用の 25mm のレンズと、あと高倍率用の 10mm のレンズがあります。でねこの2つのレンズを使うとじゃあね何倍になるのっていう話なんですが、それをね知るためにはねここを見ます。ここにね F500mm って書いてありますよね。この F というのがね望遠鏡の焦点距離になります。でこの望遠鏡は 500mm の焦点距離ですよね。で倍率を求めるにはこの500割るこのね 25mm だったらこの25を割ればいいんです。ですので500割る25やったらこの低倍率のレンズは20倍で見ることができると、そういう計算になるんですね。じゃあねこのね 10mm の方はっていうと500割る10なので50倍ってことになりますよね。なんだ50倍って非常に低倍率じゃないかって思いますよね。でもね土星の輪を見るには十分な倍率ですし、あとはね木星のね縞模様2本ね見るのにも十分な倍率です。むしろねこれねやっぱり初心者用の望遠鏡ですので低倍率の方がね私はね望ましいと思ってます。はいすごい嵐になってきましたが、今ねちょっと遠くをおお来た。こりゃやばいね雨にも負けず風にも負けず、
いやいやいや、やっぱやめとこう。ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。